今日の話はね、書けないところの自覚を持とうって話なんですけど、原画コースもね、僕自分で添削してて、結局難しいアングルとか、難しいポーズとかさ、いや、そうじゃないな。書けなくはないんですよ。何も見なくて。何も見なくても書けなくはないんですけど、それをね、ちょっとしたくないっていうのがあるんですよ。何かっていうと、自分の脳みそにあるもの、自分の今まで書いたことあるものなんですよ、結局それって。今まで書いてきたことがあるもので、勝負するのってさ、つまんなくないですかね。なので、なるべくそのネタを探すっていうのかな。そのカットをどういうふうに書いたらうまく、書けるかなっていうね。そのネタを探すんですよ。ある方は自撮り、ある方は資料を見つ探すね。そしてどうしてもやっぱりこれは多分無理だろうと撮影してもね、これ自撮りも無理だしみたいなカットも存在はします。例えば、その脚本っていうのかな、絵コンテはビルから飛び降りるみたいなカットがあるんですよ。イメージ映像としてね。さあちょっとビルから飛び降りないですよね。ドローン撮影するのかっていうのもちょっとねしんどいしねみたいなところはそれらしく見えるように想像で描くんですけど、それも想像するのだったら別にビルから飛び降りれないけど、そのスピード感とかってさ、例えば本棚をさカメラでブワーって下ろしたりすればさ、ちょっとその本棚をビルに見立てたりとか、できなくはないじゃないですか。例えばですよ。だからその身近なものでどうしたらアプローチできるか、自分が描くための手がかりをどうしたら、自分に獲得できるかっていうことが実はね、創作をするポイントなんですよね。だから書く前に書ける自分にしておく、書ける自分を作っておく必要があるんですよ、その準備として。それをね、実はね、書く前からねやってほしいんですよ。もう書く前から準備しとくんですよ。こういうカットをね、こういうね絵を描くぞって自分で決めてたら、そのネタ収集をしとくんですよ。例えば僕だったら散歩しながら書き途中のカットとかをね、こうかなああかなって何パターンかこう作っておくのかな、設計しておくっていう感じですかね、脳内で。でそれでいざ自分の机に戻ったら脳内の計画をバババババッとこうね、計画っていうのはそれは自撮りをするとか、あるいはさっき言ったように模型で試してみるとか、身近なものをそれに見立てるとかっていうアプローチだったり、それも考えとくの。その散歩したりとか、わかんないですけど、皆さんだったらその通勤途中、通学、移動中みたいな時とか、あの絵どういう風にしようかなみたいなね。でもね、それはやっぱりね、ちょっと脳みそにやっぱある程度栄養を与えてないと、そういう発想って浮かばない可能性があるんですよ。例えばやっぱアニメを描くためには絵が上手くないといけないって思いがちじゃないですか。いや、もちろん絵はね、上手くないより絶対上手い方が表現の幅広がるし、いろんな絵が描けた方が自由自在にね、楽しく創作できます。しかしそもそもアニメってさ、絵コンテっていう設計図があって、その前に脚本っていうね土台があってっていろいろ企画っていうのがあったりするんだけど、とりあえず今こう世の中に出てるさ、その出版物、絵コンテ、そしてその完成映像、その途中の原画みたいなこの、出版物だったりね、あるいはその作ってる人たちの話とか、そういうですね、知識ですね、一言で言うと。知識がないとそもそもアプローチっていうのかな、どういう風にしてどういう手順でそれを完成させてるかっていうのを知らなかったら作れないんですよ、書けないんですよ。なので目先のやっぱり僕も散々言ってきたんだけど、模写すりゃ上手くなるよってね。いや、絵は上手くなります。でもこれって何かっていうと体力みたいなもんです。画力って体力と同じ。すっごい体力ね大事だよねって、スポーツやるにはね。でアニメーションやるには画力大事だよね。だけどさ、画力が高いからって言って体力がねあるからってさ、バスケットの選手になれますか、サッカー選手になれますかって。いや、バスケにせよさ、サッカーにせよ体力って大事だけど、体力あるからって別にあれゴール決められないですよね。ゴール決める練習必要ですよね。ドリブルとかさ、パスとかさ、シュート練習とかいるじゃないですか。それがアニメだったら何かっていうと、絵コンテを完成映像がどうなってるかを見て、そして自分なりにそれの真似事みたいなのを書いてみる。これがアニメーション、アニメーターでいうところのシュート練習なんですよ。
ね。そしてクリップスタジオで、今だったらね、他のアプリいろいろあるけれど、そのアニメーションアプリで、自分なりにこう動かしてみると、カチカチカチと。これがシュート練習なんですよ。バスケでいうとこの。ね。サッカーとか。ね。パス練習はどれか、何でもいいや、基礎練ですよ。その競技の基礎練っていうのがそれなんですよ。だから、アニメーター志望ですとか、漫画の人はね、それがネームを作成したりとか、ネーム模写だったり、自分でね、ネタを集めたりすることだったりするかもしれないんだけど、その競技ごとの、基礎の部分っていうのがね、すごいあるわけですよ。だから、そもそもそのアプローチが間違ってる。あるいは、ね、その絵の練習は何のためにしてるのみたいな質問失礼します。大平信也さんのような絵をポートフォリオに入れたいのですが、それは採用側からするとマイナスな印象を受けるのでしょうか。ほうほうほう。大平さんっていうと、ね、いかにもこうトリッキーなアーティスティックな感じがするじゃないですか。だから大平さんのフルフルした絵というか、そういう表層の部分で描いてたら、正直微妙なんですよ。使えないんですよ。大平さんって、大平信也が好きなんでしょ、大平さんが。大平さんってどういうアニメーターだか知ってますか？何系のアニメーターなんですか、あの人って。実は金田義則系なんですよ、あの人。金田義則の、実はね、なんていうの？変化系なんですよ。だから昔の80年代の大平さんが新人の頃の絵とか見ると、マジで大平さんのその絵が、その金田義則調なんですよね。それを自分なりにいろんな、多分実写なりなんなりいろんな研究をして今雰囲気になってったんですよね。じゃあ金田義則って何なのって言ったらですね、すごい有名な広角パースみたいなのついてるでしょ。あれって自撮りしてるんですよ。自撮りじゃねえや、手鏡って言って鏡かな。作画机に鏡を置いてそれを見ながら描いてるんですよ。っていうことは何かっていうと、ちゃんと観察してちゃんと描こうねなんですよ。はい、実は。でフルフルした線のそのルックっていうのを見た目表層のその見栄えに踊らされずに、ちゃんと空間と立体を描いてください。はい、空間と立体を意識した大平さん調だったら多分採用される可能性はあるけど、全部大平さん調で描いてる人は若干違うかなと思います。やっぱり1枚ぐらい大平信也調のやつあってもいいですよ。例えば30ページあったら3ページはあってもいいと思うんだけど、全部それで俺攻めてるからかっこいいだろうみたいなのはマジで、なんつったらいいのか、物事の本質が分かってない、その見た目に惑わされているだけ。ファッションですわ。ちゃんと根底の部分、人体ちゃんと形、空間に乗せるということ、躍動感を大平さんなりに進化させていったのがあのスタイルなわけです。ちゃんとそのアニメーションだったり物の本質を見極めて上でその形を取っていくね。そういう意味では大平さんよりも一旦金田さん通過した方とか今井さんとかね、あとそれこそ吉成洋さんとか、実は吉成さんとかいわゆるトリガー系の人ね、トリガー系の人と大平さんっていうと水と油みたいに見えるけど全然違うの。実は共通してるんですよ。むしろ僕はトリガーの方が分かりやすくて最初吸収しやすいと思います。大平さんの場合フルフルした感じに一瞬惑わされるから、ちょっと動きとか絵のそのなんていうの、絵の意味の取り違えというのかな、絵の意味を吸収するのが非常に多分ねちょっと複雑なんですよ。難しいんですよ。なのでちょっと僕は一旦おすすめしません最初にそこから入るのは一旦おすすめしないです。もうちょっと吸収しやすい人からやってみたらどうですかね。そっちの方が多分ポートフォリオっていうかその書類的にももうちょっと受けがいいと思いますよ。その分かりやすくみんながはいねっていうやつねから入った方がいいと思います。はい。マイナスって意味ではそういう意味のプラスマイナスがあるよってことです。画力が上がらず憤慨してる。画力が上がらない。画力が上がらない、多分ね、わかんないですけど、理由っていうのが多分ね、大体みんな共通してるんだけど、同じことしてませんかっていうことですね。同じこと、同じ練習、同じ考え方、同じ取り組み方、同じね、とにかく全部変えた方がいいです。時間も書き方も考え方も対象も、ありとあらゆるアプローチを試してみる自分で。ね。僕、初心者の時やってたことってそれです。だからなんかいわゆる萌えキャラみたいなのも書いてみればリアルなのも書いてみればすごいスピード
雑に書いてみれば丁寧にも書いてみるみたいな、自分に対する揺さぶりをガンガンかけるんですよ。そうするとこれを書いてる時は楽しいとか、これはあんまり自分得意じゃないなとか、自分の得意不得意とか好き嫌いとか、なんか書いてる時の感触みたいなものがだんだん分かってくるの。それがね、最初の1年間でやるべきことなんですよ。僕は最初実はそれやってたんですよ。自分が何を書きたい人なのか、何が得意なのかっていう、まずちょっと臭い方とすれば自分探しですね。自分の絵描きとしての特性だから、ファンと自分っていうのも時間のが初心者の頃大事なんですよね。多分それをやってないんじゃないかなって気がするの。それをやらずに、なんか同じことに、例えば模写をすれば上手くなるって、例えばですよ、話を聞いたから、なんかずっと模写してますみたいな。もちろんずっと模写してれば模写は上手くなるけど、じゃあ何も見ないで描けますかって言ったら、なんかいきなり筆が止まるみたいな。それはね、模写はしてるけど模写以外はしてないからなんです。当たり前なんです。人は書いたことあるもの、やったことあることはできるけど、やったことないもの、書いたことないものは書けないんですよ。模写は上手くなるよ。模写以外は上手くならないんですよ。ってことは、よく言ってるように、模写、デッサン、自分で自書きっていうのかな、自分書き、ゼロから書いてみたりとか、自分のアイデアを入れてみるとか、そういうね、僕言ってるのは三角形の組み合わせをやってみるといいですよって話はよくしますよね。なんだっけ、押し相撲っていうんでしたっけ。ほら、手でさ、こうなんかこう立ちながらこう、二人で両手を前に出して、なんかこう押し相撲っていうのあれ。ね。あれだと思ってほしいね。絵と自分の向き合い方って。なんか無理やり押してもうまくいかないし、押し相撲ってわかるね。押し相撲でいいのあれ。ね。あんな感じですよ。ある時はさっと引いて、ある時は脱力して、そしてある時はガッと押すっていうさ。しかも重心は自分の重心を守りつつね、相手に体重を乗せた瞬間に持ってかれるでしょ。それは何かっていうと、 SNS に依存したりとか、アニメ業界アニメーターになるってことに執着したりすることです、ね、完全に相手に体重を乗せるっていうのはそういうことですよ。その瞬間に崩壊するの。やる気をなくしちゃうわけね。俺何だったんだろう、何のためにやってんだろうみたいな。そうじゃないんですよ。重心は自分じゃなきゃダメなんですよ。あれわかる？押し相撲って。あれにすごくね、絵描きのこうマインドは近いと思いますよ。似てると思います。自分の重心は自分で取ってなきゃダメなんですよ。で、押すときは押す。ほんと引くときは引く。ね。そう。あんな感じですよ。なんか絵の練習も。なんか一つの、多分ね、なんかね、ほんとみんな見てて思うんだけど、大体みんな一つのことに執着しがち。で、自分の足りない部分を埋めるってことを意識してやってる人がね、やっぱ見てると少ない。ね。これはやってんだけど、こっちはやってないみたいな。もうそういう人ね、ほんと多いです、なんか。うん。ね。こっちはやってんのに、こっち残念だね、みたいな。どっちかっつうと全部いるんだよねみたいな。いや、その競技の特性を知って、それに合わせた能力を自分で鍛えればいいだけなんですよ。ただその自分の競技が何なのかとか、求められるスキルが何なのかっていう分析が甘いというか弱い人が多いですよね。バースっていうアニメは見たことありますかね。金田義則のバースっていうアニメがありましてですね。それがね、こうカナダフォロワーね、80年代前半のね、みんな参加してね、みんなもう好き勝手やってたやつがあるんですよ。そのバースっていうのがね、今ネットでなんか見れるんじゃないかな。それでね、期待してたわけですよ、カナダさんのことをね。そしたらしょぼーんって要するにつまんなかったんですよね。カナダさんってアニメーターとしてはすごいのにその人が監督してこんな感じなんだって、この多分ね、バースがつまらなかったってことに対して多分異論のある人があまりいないので、思い切ってこういうね YouTube 上で言っちゃったけれど、一旦そのバースを見てほしいね。大平さんのツッコミじゃないね。いや、アニメって総合芸術だからね。そういう歴史を知ってると、こう作画的なものっていうものが何なのかっていうことが、ちょっと考えるきっかけになるんじゃないかなと思いますよ。はい。歴史の転換点としてのこうバースをちょっと見てほしいですね。で、そしてそのカナダさんは宮崎駿、ね、宮崎さんのナウシカのあれですね、トルネキアのあたりとかね、有名なアクションシーンですねを担当して、そしてこう名作に携わってた。ちょっとね、その大平さんもいいですけど、一旦そのカナダ義則氏を若干学ぶと、大平さんの行動がより一段深めに分かるんじゃないですかね。僕もそこまでね
大平さんのこと全部追ってるわけじゃないですけど、ざっくり、すっごいざっくりとした一人だけ追ってもね分かんないんですよ。その補助線っていうのかな、その人が影響を受けた人がどんなことをしているかっていうのを当然だけれど大平さんは知ってるわけですよ。いや僕その大平さんと喋ったことないから分かんないですけどね、そのクリエイターっていうのは必ずその影響を受けた人がいてね、その影響を受けた人を踏まえて今行動してるんですよ、ね、だからその影響を受けた人を調べないと本質にはたどり着かないんですよね。なのでちょっとそのもう一段掘って、もちろん別の人もね結構一緒に仕事してる確率が高い橋本真二さんを調べたりとかね、同世代の田辺治さんとか、もちろん磯さんとかね最高ですよね。そこら辺のアニメーターをちょっと掘ってみるのもいいんじゃないですか、その大平さんだけではなく。質問です。絵コンテから原画に起こす特訓をする際、完成画面が正解としても自分の認識不足を自力で見つけるにはどこに着目すればいいんでしょうか。分かってないことが分からないので、もうコマ送りして分析しましょう。やっぱり僕は基本的にコマ送りして分析するってことを最初の頃特にやってましたね。分析するっていうかコマ送りしてただ模写するんですよ。ね、そうするとこういう絵が入ってんだってで、それただコマ送りするだけじゃなくてそれで絵にするんですよ。そうすると大体どうなってるのかっていうのが分かるよね。どこに着目すればいいか、タイミング、タイムシートとあと絵の中の収まりだから、細かい部分見るんじゃなくて画面の中の面積の変化を見てほしいの。例えば陰の絵でこのぐらい、画面の中のこのぐらいの面積、その陰の次の絵は画面の中のどのぐらいの面積なのか、そしてアウトの絵はどのぐらいの面積でアウトしてるのかねっていうふうに、いわゆる面積なんですよアニメーションってね。中の線の細かい部分って後付けなんですよ。後付けっていうのは後で細かく書いていけば豪華になるけど、設計の段階では面積です。フレームの中での面積に集中しましょう。そうすると細かい線を暗記しようとしたって人なんて覚えられるわけないじゃないですか。そうじゃなくて画面の中でどのぐらいの面積があるのかってことだけに集中すると映像っていうかアニメーションが見れるようになってきます。分かるようになってきます。だんだん